皆さんいつもご視聴ありがとうございます。くるこやです。今回は私にとっては初めてのチャレンジなんですけど、加工してキャンプグッズを作りたいと思います。はい、それでは材料紹介から始めます。こちらセリアの火起こし器、この春の新商品ですね。本来用途は火起こし器なんですが、これ二次燃焼ストーブを作るにいい感じなんで、今回チャレンジしたいと思います。そしてこれ、こちらもセリアで購入した粉ふるい器。これスイーツを作るときにパウダーシュガーとかをこうやってフリフリして、落とすやつですね。これを燃焼室の代わりにしたいと思います。そしてもう一つ、最後の材料はこちら。これはキャンドゥさんで購入したオイルポットです。今回はこちら中蓋を、使います。なぜかと言いますと、こちらの火起こし缶のこの口の部分とこのオイルポットの中蓋が抵抗感がありながら、よいしょ、いい感じでね、よいしょよいしょ、気持ちいい。シンデレラフィットするんですよ。ということで、今回の二次燃焼ストーブのイメージはこちら。はい、ではビニールテープを上から 1.5 センチのところにまず巻きつけます。できるだけ家にある材料でやるので、マスキングテープは使いません。はい、上手に巻きましたね。この最後のしまいのところはちょっと折り返して剥がすとき剥がしやすいようにしておきます。いい感じで直線が出ました。はい、続いてはマジックで印を入れるんですが、6箇所穴を開けますので、正三角形をイメージしながら印を入れたいと思います。8箇所穴を開けたいとしたら、正方形を2つ重ねたり、ここら辺はアレンジできるかと思います。だいたいこんな感じで中心からこういくと、ここでイメージが合わなかったらアルコールで何度も拭けますので、僕はこの方がいいんじゃないかなと思います。それでは印入れますね。ここと、はい、全周印を入れ終わりました。ビニールテープの上なので、またこれも気に入らなかったら消せます。はい、次に、先ほど印を入れたところにドリルで穴を開けます。今回は、へこみがつく程度でやりたいと思います。はい、ここまでの作業無事に終わりましたね。それでは今回の一番の見せ場になります。今回ホールソーというのを買いました。これで穴を開けていきたいと思います。初めて使う工具なのでしっかり締めておきます。では試し運転します。なんかかっこいい。なんかあれみたいですね。アルマゲドンのブルース・ウィリスが岩盤をこう削ってるみたいな。はい、それではテープを剥がします。もう印もついたので、テープは、もう
外しても大丈夫です。ではホールソーで穴を開けていきたいと思います。このホールソーの径は 15mm です。それではいきますね。ちょっとなかなかドリルが入っていかないですね。穴開けた方が良かったかもしれませんね。あ、なんかこの穴の方がバランス的にいいですね。この穴で6つとも開けちゃいましょう。6箇所とも穴開けが終わりました。やっぱりこのドリルの部分が 6mm なんですけど、この方がバランスがやっぱりいいですね。ドリルで押し込んでるからやっぱり内側にはバリが結構こう出てますね。ヤスリでバリ取りしておきましょう。それではヤスリがけします。内側のバリって完全には、なくならないので、こうやって手が、怪我しないように滑らかにしておきます。穴のところ、こうやってちょっと飛び出たようなバリがあるんで、これはこうやって押し込んで、潰し向こう側に押し込んでやります。はい、いい感じにできましたね。これで一応完了です。はい、最後の工程になります。まず、オイルポットの中蓋をくり抜くんですが、よいしょ、くり抜く大きさをこの粉ふるい器の幅を測ってから決めたいと思います。皆さんがこれをそのままそっくりやられるときは、この今回の測定結果を参考にいただければ、大丈夫かと思います。86、86.1、86.07、85.9、なんか85.5だから、ちょっとこれ深淵ではないようですね。おおよそ86ぐらいかなと思います。ということで、86に幅を設定して一度オイルポットの中蓋に当ててみましょう。もう一度確認してみましょう。86の半分だから43。これでちょうどこの蓋の真ん中に印を置きながら回転させると、やっぱりバッチリこの成形された円状に 43mm とかきますね。これはちょうどここですね。これはまさにシンデレラフィットじゃないですか。マジックでいちいち円形を描いてカットする必要ないですよね。ハサミの先っちょが入る穴をドリルで開けていきます。綺麗に切りたいときは円カッターがあればそれでやってください。僕はそれ持ってないので、今回金切りバサミでやっていきます。ハサミでやると、どうしてもこうやってささくれが出るので、これを根気よくカットしていきます。
こりゃ円カッターがあった方が断然楽ですね。はい、やっとこうはまる感じになりました。なんか気持ちいいですね。これ気持ちいいですね。このままだとカットのところが、ギザギザしてますので、これをですねどうにかしてちょっと、できるだけフラットにしていきたいと思います。こうやってマジックのお尻のところで押してへこましていきます。はい、まだね多少波打ってるんですけど、一回これで焚き火管にはめてみましょう。よいしょ。気持ちいい。やっぱり気持ちいいな。これに、粉ふるい器を差し込みます。なんかいい感じに出来上がってきましたね。組み上がってみるといい感じでできてますね。ギザギザも見えないですし、ここの、二次燃焼穴も6ついい感じで配置されてます。このストーブは下から空気を吸い上げて可燃性ガスをこの二次燃焼穴で燃やすという感じでなります。これ粉ふるい器を使った理由はこれなんですよ。これで灰をこうゴシゴシゆすって落とす。そしてさっきくり抜いた余り、これを有効利用します。これで中に入れて、もうお気づきだと思いますが、ロストルとして活用します。ウッドストーブ自体はこれで OK なんですが、あと料理するときに必要なものも作りたいと思います。はい、これです。我が家に常備している味噌煮サバ缶。ちょっとこの部分をカットして五徳を作っています。缶詰の大きさでいうと直径 7.5 センチ。1箇所カットした状態でこうやって広げてはめ込むと気持ちいい。これもシンデレラフィットです。よく考えると今回はシンデレラフィットだらけでしたね。はい、スキレットを乗せました。こんな感じで料理をしたいと思います。追加の薪はこのように、五徳の隙間から、補給することができます。最後に五徳の、収納なんですが、このように中蓋まで取り外してこの中に、すっぽり収めることができます。そして蓋を閉めて、そして粉ふるい器で作った燃焼室を入れて、これで持ち運びたいと思います。